8。三四郎が与次郎に金を貸した顛末はこうである。この間の晩9時頃になって、与次郎が雨の中を突然やってきて、頭から大いに弱ったという。見ると、いつになく顔の色が悪い。はじめは秋雨に濡れた冷たい空気に吹かれすぎたからのことと思っていたが、座についてみると、悪いのは顔色ばかりではない。珍しく消沈している。三四郎が具合でも良くないのかと尋ねると、与次郎は鹿のような目を2度ほどパチつかせて、こう答えた。実は金をなくしてね、困っちまった。そこでちょっと心配そうな顔をして、タバコの煙を2、3本鼻から吐いた。三四郎は黙って待っているわけにもいかない。どういう種類の金を、どこでなくなしたのかとだんだん聞いてみると、すぐわかった。与次郎はタバコの煙の2、3本、鼻からできる間だけ控えていたばかりで、その後は一部始終をわけもなくスラスラと話してしまった。与次郎のなくした金は、たかで20円。ただし人のものである。去年広田先生がこの前の家を借りる自分に、3ヶ月の敷金に窮して、足りないところを一時野々宮さんから用立ってもらったことがある。しかるにその金は、野々宮さんが妹にバイオリンを買ってやらなくてはならないとかで、わざわざ国元の親父さんから送らせたものだそうだ。それだから今日が今日必要というほどでない代わりに、伸びれば伸びるほどよしこが困る。よしこは現に今でもバイオリンを買わずに済ましている。広田先生が返さないからである。先生だって返せればとうに返すんだろうが、月々余裕が一文も出ない上に、月給以外に決して稼がない男だから、ついそれなりにしてやった。ところがこの夏、高等学校の受験生の答案調べを引き受けた時の手当が60円、この頃になってようやく受け取れた。それでようやく義理を済ますことになって、与次郎がその使いを言いつかった。その金をなくしたんだからすまない。と、与次郎が言っている。実際すまないような顔つきでもある。どこへ落としたんだと聞くと、何、落としたんじゃない。馬券を何枚とか買ってみんななくなしてしまったのだという。三四郎もこれには呆れ返った。あまり無分別の度を通り越しているので、意見をする気にもならない。その上本人が焦然としている。これをいつもの活発ハッチと比べると、与次郎なる者が2人いるとしか思われない。その対象が激しすぎる。だからおかしいのと気の毒なのとが一緒になって三四郎を襲ってきた。三四郎は笑い出した。すると与次郎も笑い出した。まあ、いいや。どうかなるだろう。という。先生はまだ知らないのかと聞くと、まだ知らない。野々宮さんは無論、まだ知らない。金はいつ受け取ったのか。金はこの月始まりだから、今日でちょうど2週間ほどになる。馬券を買ったのは受け取ったあくる日だ。それから今日までそのままにしておいたのか。いろいろ奔走したが、できないんだから仕方がない。やむを得なければ今月末までこのままにしておこう。今月末になればできる見込みでもあるのか。文芸辞表者からどうかなるだろう。三四郎は立って机の引き出しを開けた。昨日母から来たばかりの手紙の中を覗いて、金はここにある。今月は国から早く送ってきた。と言った。与次郎は、ありがたい。親愛なる小川君。と、急に元気のいい声で落語家のようなことを言った。二人は10時過ぎ、雨を犯して追い分けの通りへ出て、角の蕎麦屋へ入った。三四郎が蕎麦屋で酒を飲むことを覚えたのは、
この時である。その晩は二人とも愉快に飲んだ。勘定は与次郎が払った。与次郎はなかなか人に払わせない男である。それから今日に至るまで、与次郎は金を返さない。三四郎は正直だから下宿屋の払いを気にしている。催促はしないけれども、どうかしてくれればいいがと思って日を過ごすうちにみそか近くなった。もう一日二日しか余っていない。間違ったら下宿の勘定を伸ばしておこうなどという考えはまだ三四郎の頭に上らない。必ず与次郎が持ってきてくれるとまでは無論彼を信用していないのだが、まあどうか工面してみようくらいの親切気はあるだろうと考えている。広田先生の表によると、与次郎の頭は浅瀬の水のように始終映っているのだそうだが、むやみに映るばかりで責任を忘れるようでは困る。まさかそれほどのこともあるまい。三四郎は二階の窓から往来を眺めていた。すると向こうから与次郎が足早にやってきた。窓の下まで来て仰向いて三四郎の顔を見上げて、おい、おるかという。三四郎は上から与次郎を見下ろして、おる。という。この馬鹿みたような挨拶が上下で一句交換されると、三四郎は部屋の中へ首を引っ込める。与次郎ははしご段をトントン上がってきた。待っていやしないか。君のことだから下宿の勘定を心配しているだろうと思って、だいぶ奔走した。馬鹿げている。文芸辞表から原稿料をくれたか？原稿料って、原稿料はみんな取ってしまった。だって、この間は月末に取るように言っていたじゃないか。そうかな。それは間違いだろう。もう一文も取るのはない。おかしいな。だって、君は確かにそう言ったぜ。何、前借りをしようと言ったんだ。ところがなかなか貸さない。僕に貸すと返さないと思っている。けしからん。わずか20円ばかりの金だのに、いくら偉大なる暗闇を書いてやっても信用しない。つまらない。嫌になっちまった。じゃあ、金はできないのか？いや、他でこしらえたよ。君が困るだろうと思って。そうか、それは気の毒だ。ところが困ったことができた。金はここにはない。君が取りに行かなくっちゃ。どこへ？実は文芸辞表がいけないから、原口だのなんだの2、3軒歩いたが、どこも月末で都合がつかない。それから最後に里見のところへ行って、里見というのは知らないかね？里見京介、法学士だ。峰子さんの兄さんだ。あそこへ行ったところが、今度は留守でやっぱり要領を得ない。そのうち腹が減って歩くのが面倒になったから、とうとう峰子さんに会って話をした。野々宮さんの妹がいやしないか？なあに、昼少し過ぎだから学校に行ってる自分だ。それに応接間だからいたって構やしない。そうか。それで峰子さんが引き受けてくれて、ご用立て申しますと言うんだがね。あの女は自分の金があるのかい？そりゃどうだか知らない。しかしとにかく大丈夫だよ。引き受けたんだから。あれや妙な女で、年のいかないくせに姉さんじみたことをするのが好きなたちなんだから、引き受けさえすれば安心だ。心配しないでもいい。よろしく願っておけば構わない。ところが一番しまいになって、お金はここにありますが、あなたには渡せませんって言うんだから驚いたね。僕はそんなに不信用なんですかと聞くと、ええ、と言って笑っている。嫌になっちまった。じゃあ、小川をよこしますかなとまた聞いたら、ええ、小川さんにお手渡しいたしましょう
と言われた。どうでも勝手にするがいい。君、取りに行けるかい？取りに行かなければ、国へ電報でもかけるんだな。電報はよそう。馬鹿げている。いくら君だって借りに行けるだろう。行ける。これでようやく20円の拉致が開いた。それが済むと、与次郎はすぐ広田先生に関する事件の報告を始めた。運動は着々歩を進めつつある。暇さえあれば下宿へ出かけて行って、一人一人に相談する。相談は一人一人に限る。大勢寄ると、めいめいが自分の存在を主張しようとして、ややともすれば意を立てる。それでなければ、自分の存在を観客された心持ちになって、初手から冷淡に構える。相談はどうしても一人一人に限る。その代わり暇はいる。金もいる。それを苦にしていては運動はできない。それから相談中には、広田先生の名前をあまり出さないことにする。我々のための相談でなくって、広田先生のための相談だと思われると、ことがまとまらなくなる。与次郎はこの方法で運動の方を進めているのだそうだ。それで今日までのところはうまくいった。西洋人ばかりではいけないから、ぜひとも日本人を入れてもらおうというところまで話は来た。これから先はもう一遍寄って、委員を選んで、学長なり、総長なりに、我々の希望を述べにやるばかりである。もっとも、会合だけはほんの形式だから略してもいい。委員になるべき学生も大体は知れている。みんな広田先生に同情を持っている連中だから、談判の模様によっては、こっちから先生の名を当局者へ持ち出すかもしれない。聞いていると、与次郎一人で天下が自由になるように思われる。三四郎は少なからず与次郎の手腕に感服した。与次郎はまたこの間の晩、原口さんを先生のところへ連れてきたことについて弁じ出した。あの晩原口さんが先生に文芸家の会をやるから出ろと勧めていたろという。三四郎は無論覚えている。与次郎の話によると、実はあれも自身の発起にかかるものだそうだ。その理由はいろいろあるが、まず第一に手近なところを言えば、あの会員のうちには、大学の文科で有力な教授がいる。その男と広田先生を接触させるのは、この際先生にとって大変な便利である。先生は変人だから、求めて誰とも交際しない。しかしこっちで相当の機会を作って接触させれば、変人なりに付き合ってゆく。そういう意味があるのか、ちっとも知らなかった。それで君が発起人だと言うんだが、会をやるとき君の名前で通知を出して、そういう偉い人たちがみんな寄ってくるのかな。与次郎はしばらく真面目に三四郎を見ていたが、やがて苦笑いをして脇を向いた。バカ言っちゃいけない。発起人って表向きの発起人じゃない。ただ僕がそういう会を企てたのだ。つまり僕が原口さんを勧めて、万事原口さんが終戦するようにこしらえたのだ。そうか。そうかは伝習だね。時に君もあの会へ出るがいい。もう近いうちにあるはずだから。そんな偉い人ばかり出るところへ行ったって仕方がない。僕はよそ。また伝習を放った。偉い人も偉くない人も社会へ頭を出した順序が違うだけだ。なに、あんな連中、博士とか学士とか言ったって、会って話してみると何でもないもんだよ。第一、向こうがそう偉いとも何とも思ってやしない。ぜひ出ておくがいい。君の将来のためだから。どこであるのか？多分、上野の西洋圏になるだろう。僕はあんなところへ入ったことがない。高い会費を取るんだろう。まあ、2円ぐらいだろう。なに、会費なんか心配しなくってもいい。なければ僕が出しておくから。
三四郎はたちまち先の20円の件を思い出した。けれども不思議におかしくならなかった。与次郎はそのうち銀座のどことかへ天ぷらを食いに行こうと言い出した。金はあるという、不思議な男である。言いなり次第になる三四郎もこれは断った。その代わり一緒に散歩に出た。帰りに岡野へ寄って、与次郎は栗まんじゅうをたくさん買った。これを先生に土産に持って行くんだと言って、袋を抱えて帰って行った。三四郎はその晩、与次郎の性格を考えた。長く東京にいると、あんなになるものかと思った。それから里見へ金を借りに行くことを考えた。峰子のところへ行く用事ができたのは嬉しいような気がする。しかし頭を下げて金を借りるのはありがたくない。三四郎は生まれてから今日に至るまで、人に金を借りた経験のない男である。その上貸すという当人が娘である。独立した人間ではない。たとえ金が自由になるとしても、兄の許諾を得ない内緒の金を借りたとなると、借りる自分はとにかく、後で貸した人の迷惑になるかもしれない。あるいはあの女のことだから、迷惑にならないように初めからできているかとも思える。何しろ会ってみよう。会った上で借りるのが面白くない様子だったら断って、しばらく下宿の払いを伸ばしておいて、国から取り寄せればことは済む。東洋はここまで考えて区切りをつけた。あとは散漫に峰子のことが頭に浮かんでくる。峰子の顔や手や襟や帯や着物やらを想像に任せてかけたり割ったりしていた。ことに明日会うときにどんな態度でどんなことを言うだろうと、その光景がと通りにも20通りにもなっていろいろに出てくる。三四郎は本来からこんな男である。用談があって人と会見の約束などをするときには、先方がどう出るだろうということばかり想像する。自分がこんな顔をして、こんなことを、こんな声で言ってやろうなどとは決して考えない。しかも会見が済むと、後からきっとその方を考える。そうして後悔する。ことに今夜は自分の方を想像する余地がない。三四郎はこの間から峰子を疑っている。しかし疑うばかりで一向拉致が開かない。そうかといって、面と向かって聞き正すべき事件は一つもないのだから、一刀両断の解決などは思いもよらぬことである。もし三四郎の安心のために解決が必要なら、それはただ峰子に接触する機会を利用して、先方の様子から、いい加減に最後の判決を自分に与えてしまうだけである。明日の会見はこの判決に書くべからざる材料である。だからいろいろに向こうを想像してみる。しかしどう想像しても自分に都合のいい光景ばかり出てくる。それでいて、実際は甚だ疑わしい。ちょうど汚いところをきれいな写真に撮って眺めているような気がする。写真は写真としてどこまでも本当に違いないが、実物の汚いことも争われないと一般で、同じでなければならぬはずの二つが決して一致しない。最後に嬉しいことを思いついた。峰子は与次郎に金を貸すと言った。けれども与次郎には渡さないと言った。実際与次郎は金銭の上においては信用しにくい男かもしれない。しかしその意味で峰子が渡さないのかどうだか疑わしい。もしその意味でないとすると、自分には甚だ頼もしいことになる。ただ金を貸してくれるだけでも十分の行為である。自分に会って手渡しにしたいというのは、三四郎はここまでうぬぼれてみたが、たちまち、やっぱり愚弄じゃないか、と考え出して、急に赤くなった。もしある人があって、その女は何のために君を愚弄するのかと聞いたら、三四郎はおそらく答え得なかったろう。強いて考えてみろと言われたら、三四郎は愚弄そのものに興味を持っている女だから、とまでは答えたかもしれない。自分のうぬぼれを罰するためとは全く考え得なかったに違いない。三四郎は、峰子のためにうぬぼれ締められたんだと信じている。翌日は幸い教師が2人欠席して、昼からの授業が休みになった。下宿へ帰るのも面倒だから、
途中で一品料理の腹をこしらえて、峰子の家へ行った。前を通ったことは何遍でもある。けれども入るのは初めてである。瓦葺きの門の柱に、里見京介という表札が出ている。三四郎はここを通るたびに、里見京介という人はどんな男だろうと思う。まだ会ったことがない。門は閉まっている。くぐりから入ると、玄関までの距離は存外短い。長方形の御影石が飛び飛びに敷いてある。玄関は細いきれいな格子で立て切ってある。ベルを押す。取り次ぎの下女に、峰子さんはお宅ですかと言ったとき、三四郎は自分ながら気恥ずかしいような妙な心持ちがした。人の玄関で妙齢の女の在否を尋ねたことはまだない。甚だ尋ねにくい気がする。下女の方は案外真面目である。しかもうやうやしい。一旦奥へ入ってまた出てきて、丁寧にお辞儀をして、どうぞと言うからついて上がると応接間へ通した。重い窓掛けのかかっている西洋室である。少し暗い。下女はまた、しばらくどうか、と挨拶して出て行った。三四郎は静かな部屋の中に席を閉めた。正面に壁を切り抜いた小さい暖炉がある。その上が横に長い鏡になっていて、前にろうそく立てが2本ある。三四郎は左右のろうそく立ての真ん中に自分の顔を映してみた。また座った。すると奥の方でバイオリンの音がした。それがどこからか、風が持ってきて捨てていったようにすぐ消えてしまった。三四郎は惜しい気がする。厚く張った椅子の背に寄りかかって、もう少しやればいいがと思って耳を澄ましていたが、音はそれぎりで止んだ。約1分も経つうちに、三四郎はバイオリンのことを忘れた。向こうにある鏡とろうそく立てを眺めている。妙に西洋の匂いがする。それからカソリックの連想がある。なぜカソリックだか三四郎にもわからない。その時バイオリンがまた鳴った。今度は高い音と低い音が二三度急に続いて響いた。それでぱったり消えてしまった。三四郎は全く西洋の音楽を知らない。しかし今の音は決してまとまったものの一部分を弾いたとは受け取れない。ただ鳴らしただけである。その不作法にただ鳴らしたところが三四郎の情緒によくあった。不意に天から二三粒落ちてきた。でたらめの雹のようである。三四郎が半ば感覚を失った目を鏡の中に映すと、鏡の中に峰子がいつの間にか立っている。下女が立てたと思った戸が開いている。戸の後ろにかけてある幕を片手で押し分けた峰子の胸から上が明らかに映っている。峰子は鏡の中で三四郎を見た。三四郎は鏡の中の峰子を見た。峰子はにこりと笑った。いらっしゃい。女の声は後ろで聞こえた。三四郎は振り向かなければならなかった。女と男は直に顔を見合わせた。その時、女はひさしの広い髪をちょっと前に動かして礼をした。礼をするには及ばないくらい親しい態度であった。男の方はかえって椅子から腰を浮かして頭を下げた。女は知らぬ風をして向こうへ回って、鏡を背に三四郎の正面に腰を下ろした。とうとういらした。同じような親しい調子である。三四郎にはこの一言が非常に嬉しく聞こえた。女は光る絹を着ている。さっきからだいぶ待たしたところを持ってみると、応接間へ出るためにわざわざきれいなのに着替えたのかもしれない。それで淡然と座っている。目と口に笑みを帯びて、無言のまま三四郎を見守った姿に、男はむしろ甘い苦しみを感じた。じっとして見られるにこらえない心の起こったのは、そのくせ女の腰を下ろすや否やである。三四郎はすぐ口を開いた。ほとんど発作に近い。佐々木が。
佐々木さんがあなたのところへいらしたでしょう。と言って、例の白い歯を表した。女の後ろには、先のろうそく立てがマントルピースの左右に並んでいる。金で細工をした妙な形の台である。これをろうそく立てと見たのは三四郎の奥段で、実はなんだかわからない。この不思議のろうそく立ての後ろに明らかな鏡がある。光線は厚い窓掛けに遮られて十分に入らない。その上天気は曇っている。三四郎はこの間に峰子の白い歯を見た。佐々木が来ました。何と言っていらっしゃいました？僕にあなたのところへ行けと言ってきました。そうでしょう。それでいらしたの？とわざわざ聞いた。ええ、と言って少し躊躇した。後から、まあ、そうです。と答えた。女は全く歯を隠した。静かに席を立って窓のところへ行って外を眺め出した。曇りましたね。寒いでしょ、外は。いいえ、存外あったかい。風はまるでありません。そう。と言いながら席へ帰ってきた。実は佐々木が金を、と三四郎から言い出した。わかってるの。と中途で止めた。三四郎も黙った。すると、どうしてお亡くしになったの？と聞いた。馬券を買ったんです。女は、まあ、と言った。まあと言った割に顔は驚いていない。かえって笑っている。少し経って、悪い方ね。と付け加えた。三四郎は答えずにいた。馬券で当てるのは人の心を当てるより難しいじゃありませんか。あなたは作品のついている人の心さえ当ててみようとなさらないのんきな方なのに。僕が馬券を買ったんじゃありません。あら、誰が買ったの？佐々木が買ったんです。女は急に笑い出した。三四郎もおかしくなった。じゃあ、あなたがお金がお入り用じゃなかったのね。バカバカしい。いることは僕がいるんです。本当に？本当に。だって、それじゃおかしいわね。だから借りなくってもいいんです。なぜ？お嫌なの？嫌じゃないが、お兄さんから黙ってあなたから借りちゃよくないからです。どういうわけで？でも、兄は承知しているんですもの。そうですか。じゃあ、借りてもいい。しかし、借りないでもいい。うちへそう言ってやりさえすれば、1週間ぐらいすると来ますから。ご迷惑なら強いて。峰子は急に冷淡になった。今までそばにいたものが一丁ばかり遠のいた気がする。三四郎は借りておけばよかったと思った。けれども、もう仕方がない。ろうそく立てを見て済ましている。三四郎は自分から進んで人の機嫌を取ったことのない男である。女も遠ざかったぎり近づいてこない。しばらくするとまた立ち上がった。窓から戸外を透かしてみて、降りそうもありませんね。という。三四郎も同じ調子で、降りそうもありません。と答えた。降らなければ、私ちょっと出てきようかしら。と、窓のところで立ったまま言う。三四郎は帰ってくれという意味に解釈した。光る絹を置き換えたのも自分のためではなかった。もう帰りましょう。
立ち上がった。峰子は玄関まで送ってきた。靴脱ぎへ降りて、靴を履いていると、上から峰子が、そこまでご一緒に出ましょう。いいでしょう。と言った。三四郎は靴の紐を結びながら、ええ、どうでも。と答えた。女はいつの間にか、叩きの土へ降りた。降りながら三四郎の耳のそばへ口を持ってきて、怒っていらっしゃるのと囁いた。ところへ下女が慌てながら送りに出てきた。二人は半丁ほど無言のまま連れ立ってきた。その間三四郎は始終峰子のことを考えている。この女はわがままに育ったに違いない。それから家庭にいて普通の女性以上の自由を有して万事のごとく振る舞うに違いない。こうして誰の許諾も経ずに自分と一緒に往来を歩くのでもわかる。年寄りの親がなくって、若い兄が放任主義だからこうもできるのだろうが、これが田舎であったらさぞ困ることだろう。この女に宮田のおみつさんのような生活を送れと言ったらどうする気かしらん。東京は田舎と違って万事が明け話だから、こちらの女は大抵こうなのかもわからないが、遠くから想像してみると、もう少しは旧式のようでもある。すると、与次郎が峰子を伊武川流と評したのも、なるほどと思い当たる。ただし俗例に関わらないところだけが伊武川流なのか、あるいは腹の底の思想までもそうなのか、そこはわからない。そのうち本郷の通りへ出た。一緒に歩いている二人は、一緒に歩いていながら、相手がどこへ行くのだか全く知らない。今までに横丁を三つばかり曲がった。曲がるたびに、二人の足は申し合わせたように、無言のまま同じ方角へ曲がった。本郷の通りを四丁目の角へ来る途中で、女が聞いた。どこへいらっしゃるの？あなたはどこへ行くんです？二人はちょっと顔を見合わせた。三四郎は至極真面目である。女はこらえきれずに、また白い歯を現した。一緒にいらっしゃい。二人は四丁目の角を切り通しの方へ折れた。30軒ほど行くと、右側に大きな西洋館がある。峰子はその前に止まった。帯の間から薄い帳面と印形を出して、お願い。と言った。何ですか？これでお金を取ってちょうだい。三四郎は手を出して帳面を受け取った。真ん中に小口当座、預かり金通い帳とあって、横に里見峰子殿と書いてある。三四郎は帳面と印形を持ったまま、女の顔を見て立った。30円。と、女が金高を言った。あたかも毎日銀行へ金を取りに行きつけた者に対する口ぶりである。幸い三四郎は国にいる自分、こういう帳面を持って、たびたび豊津まで出かけたことがある。すぐ石段を登って、戸を開けて、銀行の中へ入った。帳面と印形を係の者に渡して、必要の金額を受け取って出てみると、峰子は待っていない。もう切り通しの方へ20軒ばかり歩き出している。三四郎は急いで追いついた。すぐ受け取ったものを渡そうとして、ポケットへ手を入れると、峰子が、丹精会の展覧会をご覧になって？と聞いた。まだ見ません。招待券を2枚もらったんですけれども、つい暇がなかったものだから、まだ行かずにいたんですが、行ってみましょうか？行ってもいいです。行きましょう。もうじき閉会になりますから。私、いっぺんは見ておかないと、原口さんにすまないのです。原口さんが招待券をくれたんですか？ええ。あなた、原口さんをご存知なの？広田先生のところで一度会いました。面白い方でしょ？
バカ林を稽古なさるんですって。この間は鼓を習いたいと言っていました。それから、あなたの肖像を描くとか言っていました。本当ですか？ええ、口頭モデルなの。と言った。男はこれより以上に気の利いたことが言えないたちである。それで黙ってしまった。女は何とか言ってもらいたかったらしい。三四郎はまた隠しへ手を入れた。銀行の通い帳と印形を出して女に渡した。金は帳面の間に挟んでおいたはずである。しかるに女が、お金はと言った。見ると、間にはない。三四郎はまたポケットを探った。中から手ずれのした札をつかみ出した。女は手を出さない。預かっておいてちょうだい。と言った。三四郎はいささか迷惑のような気がした。しかしこんな時に争うことを好まぬ男である。その上往来だからなおさら遠慮をした。せっかく握った札をまた元のところへ収めて妙な女だと思った。学生が多く通る。すれ違う時にきっと二人を見る。中には遠くから目をつけてくるものもある。三四郎は池の旗へ出るまでの道をすこぶる長く感じた。それでも電車に乗る気にはならない。二人とものそのそ歩いている。会場へ着いたのはほとんど3時近くである。妙な看板が出ている。丹精会という字も、字の周りについている図案も、三四郎の目にはことごとく新しい。しかし熊本では見ることのできない意味で新しいので、むしろ一種異様の感がある。中はなおさらである。三四郎の目には、ただ油絵と水彩画の区別が半然と映ずるくらいのものに過ぎない。それでも功はある。買ってもいいと思うのもある。しかし後説は全くわからない。したがって、鑑別力のないものと初手から諦めた三四郎は、一向口を開かない。峰子がこれはどうですかと言うと、そうですな、と言う。これは面白いじゃありませんか、と言うと、面白そうですな、と言う。まるで張り合いがない。話のできない馬鹿か、こっちを相手にしない偉い男か、どっちかに見える。馬鹿とすれば、てらわないところに愛嬌がある。偉いとすれば、相手にならないところが憎らしい。長い間外国を旅行して歩いた兄弟の絵がたくさんある。双方とも同じせいで、しかも一つところに並べてかけてある。峰子はその一枚の前に止まった。ベニスでしょ？これは三四郎にもわかった。なんだかベニスらしい。ゴンドラにでも乗ってみたい心持ちがする。三四郎は高等学校にいる自分、ゴンドラという言葉を覚えた。それからこの言葉が好きになった。ゴンドラというと、女と一緒に乗らなければ済まないような気がする。黙って青い水と左右の高い家と、逆さに映る家の影と、影の中にチラチラする赤い切れとを眺めていた。すると、兄さんの方がよほどうまいようですね。と、峰子が言った。三四郎にはこの意味が通じなかった。兄さんとは、この絵は兄さんの方でしょ？誰の？峰子は不思議そうな顔をして三四郎を見た。だって、あっちの方が妹さんので、こっちの方が兄さんのじゃありませんか？三四郎は一歩退いて、今通ってきた道の片側を振り返ってみた。同じように外国の景色を描いたものが幾点となくかかっている。違うんですか？一人と思っていらしたの？ええ。と言って、ぼんやりしている。やがて二人が顔を見合わした。そうして一度に笑い出した。峰子は驚いたように、わざと大きな目をして、
しかも一段と調子を落とした小声になって、ずいぶんね。と言いながら、一軒ばかりずんずん先へ行ってしまった。三四郎は立ち止まったまま、もう一遍ベニスの掘り割りを眺め出した。先へ抜けた女は、この時振り返った。三四郎は自分の方を見ていない。女は先へ行く足をピタリと止めた。向こうから三四郎の横顔を熟視していた。里見さん。出し抜けに誰か大きな声で呼んだものがある。峰子も三四郎も等しく顔を向け直した。事務室と書いた入り口を一軒ばかり離れて原口さんが立っている。原口さんの後ろに少し重なり合って野々宮さんが立っている。峰子は呼ばれた原口より遠くの野々宮を見た。見るや否や二三歩後戻りをして三四郎のそばへ来た。人に目立たぬくらいに自分の口を三四郎の耳へ近寄せた。そうして何か囁いた。三四郎には何を言ったのか少しもわからない。聞き直そうとするうちに、峰子は二人の方へ引き返していった。もう挨拶をしている。野々宮は三四郎に向かって、妙な連れと来ましたね。と言った。三四郎が何か答えようとするうちに、峰子が、似合うでしょと言った。野々宮さんは何とも言わなかった。くるりと後ろを振り向いた。後ろには畳一枚ほどの大きな絵がある。その絵は肖像画である。そうして一面に黒い。着物も帽子も背景から区別のできないほど光線を受けていない中に、顔ばかり白い。顔は痩せて頬の肉が落ちている。模写ですね。と、野々宮さんが原口さんに言った。原口は今しきりに峰子に何か話している。もう閉会である。来館者もだいぶ減った。開会の初めには毎日事務所へ来ていたが、この頃はめったに顔を出さない。今日は久しぶりにこっちへ用があって、野々宮さんを引っ張ってきたところだ。うまく出くわしたものだ。この会をしまうと、すぐ来年の準備にかからなければならないから、非常に忙しい。いつもは花の自分に開くのだが、来年は少し会員の都合で早くするつもりだから、ちょうど会を2つ続けて開くと同じことになる。必死の勉強をやらなければならない。それまでにぜひ峰子の肖像を書き上げてしまうつもりである。迷惑だろうが、大晦日でも書かしてくれ。その代わり、ここんところへ書けるつもりです。原口さんはこの時初めて黒い絵の方を向いた。野々宮さんはその間ポカンとして同じ絵を眺めていた。どうですベラスケスは。もっとも模写ですがね。しかもあまり上出来ではない。と原口が初めて説明する。野々宮さんは何にも言う必要がなくなった。どなたがお写しになったのと女が聞いた。三井です。三井はもっとうまいんですがね。この絵はあまり感服できない。と一二歩下がってみた。どうも原画が技巧の極点に達した人のものだからうまくいかないね。原口は首を曲げた。三四郎は原口の首を曲げたところを見ていた。もうみんな見たんですかと画工が峰子に聞いた。原口は峰子にばかり話しかける。まだ。どうですもうよして一緒に出ちゃ。西洋圏でお茶でもあげます。何私は用があるから、どうせちょっと行かなければならない。会のことでね。マネージャーに相談しておきたいことがある。懇意の男だから。今ちょうどお茶にいい自分です。もう少しするとね、お茶には遅し、デナーには早し、中途半端になる。どうです一緒にいらっしゃいな。峰子は三四郎を見た。
三四郎はどうでもいい顔をしている。野々宮は立ったまま関係しない。せっかく来たものだから、みんな見て行きましょう。ね、小川さん。三四郎は、ええ、と言った。じゃあ、こうなさい。この奥の別室にね、深見さんの伊賀があるから、それだけ見て帰りに西洋軒へいらっしゃい。先へ行って待っていますから。ありがとう。深見さんの水彩は普通の水彩のつもりで見ちゃいけませんよ。どこまでも深見さんの水彩なんだから、実物を見る気にならないで、深見さんの起因を見る気になっていると、なかなか面白いところが出てきます。と注意して、原口は野々宮と出て行った。峰子は礼を言って、その後ろ影を見送った。二人は振り返らなかった。女は頬を巡らして別室へ入った。男は一足後から続いた。光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列にかかっている深見先生の伊賀を見ると、なるほど。原口さんの注意したごとく、ほとんど水彩ばかりである。三四郎が著しく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くて、数が少なくって、対象に乏しくって、日向絵でも出さないと引き立たないと思うほど地味に描いてあるということである。その代わり筆がちっとも滞っていない。ほとんど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭が明らかに透いて見えるのでも、写楽な画風がわかる。人間などになると、細くて長くて、まるで唐竿のようである。ここにもベニスが一枚ある。これもベニスですね。と、女が寄ってきた。ええ、と言ったが、ベニスで急に思い出した。さっき何を言ったんですか？女は、さっきと聞き返した。さっき僕が立ってあっちのベニスを見ているときです。女はまた真っ白な歯を現した。けれども何とも言わない。用でなければ聞かなくってもいいです。用じゃないのよ。三四郎はまだ変な顔をしている。曇った秋の日はもう4時を越した。部屋は薄暗くなってくる。観覧人は極めて少ない。別室のうちにはただ男女二人の影があるのみである。女は絵を離れて三四郎の真正面に立った。野々宮さん、ね、ね。野々宮さん？わかったでしょ？峰子の意味は大波の崩れるごとく一度に三四郎の胸を浸した。野々宮さんを愚弄したんですか？なんで？女の語気は全く無邪気である。三四郎は忽然として後を言う勇気がなくなった。無言のまま二三歩動き出した。女はすがるようについてきた。あなたを愚弄したんじゃないのよ。三四郎はまた立ち止まった。三四郎は背の高い男である。上から峰子を見下ろした。それでいいです。なぜ悪いの？だからいいです。女は顔を背けた。二人とも戸口の方へ歩いてきた。戸口を出る拍子に互いの肩が触れた。男は急に汽車で乗り合わした女を思い出した。峰子の肉に触れたところが夢にうずくような心持ちがした。本当にいいの？と峰子が小さい声で聞いた。向こうから二三人連れの観覧車が来る。ともかく出ましょう。と三四郎が言った。
下足を受け取って出ると、戸外は雨だ。西洋圏へ行きますか？峰子は答えなかった。雨の中を濡れながら、博物館前の広い腹の中に立った。幸い雨は今降り出したばかりである。その上激しくはない。女は雨の中に立って見回しながら向こうの森を指した。あの木の影へ入りましょう。少し待てばやみそうである。二人は大きな杉の下に入った。雨を防ぐには都合の良くない木である。けれども二人とも動かない。濡れても立っている。二人とも寒くなった。女が、小川さんという。男は八の字を寄せて空を見ていた顔を女の方へ向けた。悪くって、さっきのこと。いいです。だって、と言いながら寄ってきた。私、なぜだか、ああしたかったんですもの。野々宮さんに失礼するつもりじゃないんですけれども。女は瞳を定めて三四郎を見た。三四郎はその瞳の中に言葉よりも深き訴えを認めた。筆記をあなたのためにしたことじゃありませんか、と二重まぶたの奥で訴えている。三四郎はもう一遍、だから、いいです。と答えた。雨はだんだん濃くなった。雫の落ちない場所はわずかしかない。二人はだんだん一つところへ固まってきた。肩と肩とすれ合うくらいにして立ちすくんでいた。雨の音の中で峰子が、さっきのお金をお使いなさい。と言った。借りましょう。いるだけ。と答えた。みんなお使いなさい。と言った。